はい、こんにちは。文具王です。今日紹介するのはこちら。はい。シャチハタネーム9着せ替えパーツキャップレスホルダーという商品です。はい。これね、表題になってるのはこっち側だけです。こっち側なんですけれども、皆さんがよく知っている X スタンパーネーム9っていうですね、これ、シャチハタって呼ばれてる場合も多いですけれども、このね、認め印として使われている浸透印ですね。もうね、これも説明の必要もないかと思います。こうやって押すとですね、印影がこうやって出ますよと。中にね、インクが入っているので、スタンプパッドがいりません。便利ですということでですね、これはね、いろんなところで使われています。特に会社の認め印としてはすごくいっぱい使われているので、なんでこう今日やってるかっていうと、新入社員になってですね、会社の一員になるとですね、これが1個支給されるっていう会社も多いと思うんですよ。なので、それをね、使っていろいろね、これからいっぱいハンコを押さなきゃいけなくなるね。いろいろね、今の状況からするとですね、できるだけハンコみたいなシステムをなくしていこうというね、流れもあるので、もしかしたらね、今後はだんだんなくなってくるのかもしれませんが、未だにですね、やっぱりなんやかんやでですね、スタンプっていう文化はあるので、そういうところでですね、もしこういうのをね、会社から支給されたという人はですね、よかったら見てくださいって感じですね。で、このネームナインなんですけれども、これ自体は便利なんですけども、案外ですね、このキャップがなくなっちゃうとかでね、これね、使ってるとね、長いこと使ってるとだんだんこれスカスカになってくるんですよ。で、どっか行っちゃうとかですね。いろいろあってですね、これの使い勝手もうちょっとよくできないかといった時にですね、今回これをつけるとですね、実は、このキャップをね、いちいち付け外ししなくても便利な、これキャップレスタイプにアップグレードするための側ですよってことなんですね。もともとキャップのないタイプの、ハンコ、キャップレスタイプのハンコっていうのも売ってるんですけれども、なんで今日こんな話をしてるかっていうと、会社からもらったのはこれっていうのがある場合にですね、なかなか自分で別のハンコにね、これで私はこのハンコでやりますよ、みたいな感じで別のハンコを使いがたいっていうところはあります。ということなので、中身を変えずに、便利にするための側っていうことで、今回ですね、この着せ替えパーツをご紹介です。はい。ということで、まずは何よりもね、使い方というか、これをですね、こっちに装着するわけですけれども、この装着する方法から見ていきたいなというふうに思います。はい。では、まずなんですけれども、こっち側ですね、受け入れ側ですけども、受け入れ側はですね、こんな形になっていますが、前と後ろになってて、ここがスコスコっと動くようになってます。で、このね、前のパーツをですね、キュッと引き抜くとですね、外れるようになっているので、まずこれをね、分けます。で、これで2つに分かれましたよということで、これこう置いときます。で、こっちのですね、ネーム9の方です。ネーム9の方はですね、普段使うやつ、こんな感じになってますけれども、キャップはもうすぐ外れるんですけど、ここのボディの部分ですね、ここもですね、ギュッて引っ張ると簡単に抜けます。ということで、中身必要なのはこれだけなんですね。ハンコがあってですね、で、いつもね、このネーム9、この枠の部分でこうやってキュッて動くようにはなってるんですけど、こんな形になっています。あと豆知識というか、普通に使っていてですね、ハンコね、長く使ってると薄くなってるのをそのまんま使っていてですね、ほとんど読めないような字が押されている人も多いと思います。薄くなってきたら、これ実は中身をですね、交換することができるので、それは知っといてください。この後ろの部分、ね、このボディをね、パカッと外したところでですね、ここの部分がですね、インクになっていてですね、インクのカートリッジになってます。で、このつまみを持ってですね、グリグリってやって、これ抜いてあげるとですね、中からこんなもんが出てきます。この、オレンジ色っていうか朱色のですね、このスポンジのところがインクタンクになっているので、ここの部分だけね、この黒いところから先が、替えが売ってます。なので、替えを買ってきてここを入れ替えてあげれば、また濃くなるので、薄くなっている人にはこれをね、お勧めしています。で、こんな感じです。で、中身はこんだけ。もうね、こっちの側はとりあえず置いといてくださいということでですね。で、こっちのね、ボディの方に入れ替えます。着せ替えなので、一旦脱がして交換すると。で、入れるときにはですね、このね、全くこれまでのネームナインと同じように、同じような感じでですね、こっちが上だよっていうクリップっぽいデザインのものがついてます。なので、こっち側を上にしてですね、文字がちゃんと上を向くようにちゃんと見ながら入れてくださいということで、ほら、これね、ここのラインに合わせてですね、文字を上にして入れますよと。で、手ね、汚れないように気をつけて、周りからこうやって押してですね、カチッと入れると、カチッとはまりますと。これでセット完了ですね。ボディの後ろ側は OK です。じゃあ前側はどうするかというと、前側はですね、これ見ていただくとですね、
ここのところ、ここにですね、ちょっと突起が出てますね。ポコッと出てる部分があります。こうやって見ていくと、このちょっと出てる部分があるので、出てるところをですね、このロゴですね、シャチハタのロゴと合わせてですね、ここで向きを合わせて入れるとですね、カチッとはまるようになってます。このまま押します。で、これね、先出てくるので手汚れないように気をつけて、こうやって入れていくとですね、奥まで行くと、カチッと止まります。で、これでセット完了です。もうこれだけ。なので、ここまでできればですね、もうあとはですね、もう何にもしなくても、はい、蓋をいちいち外さなくてもこのままでパシッと押せるようになりますよということで、簡単に押せるハンコが出来上がりました。ね、このままこうやって置いといてもいいので、机の上なんかで転がしておいてもですね、蓋がなくても大丈夫っていうのは、なかなか、楽でいいと思います。中はね、蓋こうやって閉まってるんですね。わかりますかね、ちょっとね、黒い鳥のくちばしみたいなのが中にいるわけですけれども、ここのところがですね、周りを押すとですね、パカーっと開いて中からハンコ出てきますっていう感じです。で、パカッと閉じると。まあ、これだけの仕掛けなんですけど、パカパカこうやってやってくれるんで、閉まってますよということで、まあ、蓋閉まってる。もともとこのハンコね、こっち側のネームナイン自体のこのキャップもですね、密閉性のためにあるかっていうと、そんなにでもないんですよね。まあ、一応若干乾きをね、防いでるわけですけれども、とはいえ、このキャップがね、まあ、こうね、すごい密閉性が必要なわけではないので、こうやって開いてるわけですね。こんな感じになってます。なので、ちょっと隙間あるように見えますけども、これで全然大丈夫です。ということで。ということで。で、まあ、いいとこ悪いとこなんですけれども、ストロークが長くなります。その分ね、蓋が開くようになってるんで、こうやって見るとですね、パカッと蓋が開いて押せるので、こうね、ストローク長くなります。その代わり、こうね、この輪っかがしっかりあるので、この輪っかの部分をちゃんとね、押すところにね、こうめがけてですね、ちゃんと確認してから、いって押すので、結構ですね、ガッチャンっていうね、まあ、押す感じがしっかりするので、まあ、押しミスもね、結構減るような気がします。ということで、普通に使えますよという感じですね。まあ、このまま転がしといてもいいんですけれども、例えば、ちょっとね、もちろんこれ毎日持ち歩くっていう人がどれぐらいいるかわかりませんけれども、カバンに入れてどっかに行くとかですね、お道具箱の中に入れてるみたいな時にこうね、こう、万が一こうやって出てしまって他のものに当たって汚してしまうっていうのは心配ですよね。ということで、これロックがついています。で、ロックなんですけれども、ここにね、まあ、矢印とポチがあるわけですけど、こっち側がですね、これね、ちょっとわかりにくいんだけど、ロック矢印になってるけど、こっち側がロックではなくて、こっちが使える方です。で、このポチのところがロックなので、これをですね、こっち側のね、前半分の部分をカチッとやると、ここに来るとですね、ちょうどこの、黒いのが、このポチの下に来るとロックされます。で、この状態だとですね、押しても中身が出てこないと。いうことなので、まあ安心してですね、持ち運びもできますよという感じです。まあ外回りなんかで使う人はもうこのままでいいかなと思います。で、使うときにはですね、透明な部分、前の半分の部分をこうやってひねってあげてカチッてやるとですね、まあこれで動くようになりますよということですね。はい。これで出せます。ロックできますって感じです。ね。なので、まあね、会社から支給されて、まあね、シャチハタのネームナインをもし支給されていてですね、これを使わなきゃいけない。でも、これはめんどくさいなと思ってる人はですね、こういうオプションがあることを知っておいていただければと思いますよという感じです。で、まあ、これで使えるわけですけれども、やっぱりね、元に戻さなきゃいけない場合、まあ、あんまりないけどね、があったりとかですね、あとは例えばですね、インクの交換したい場合とかね、そういう時にはじゃあどうするかっていう話ですね。もう一回これをね、外して元に戻す方法も一応知っておくと便利かなと思いますので、そこもやってみたいなと思います。はい。で、これなんですけども、ロックされていない状態ですね。普段の使える状態にしておきます。このパカッと出てくる状態。この状態でですね、前の透明な部分を持ってですね、グッて引っ張ってあげるとですね、これで、抜けます。中身ごと抜けちゃったけど、はい。よいしょ。こんな感じで抜けるようになってます。ということで、またばらすことができます。これね、本当はね、中抜いた時にですね、こんな風に抜けてこないのが普通です。先だけ抜けることが多いので、まあ、こっちだけパカッと抜けちゃった場合にはですね、ここがね、ほら、取り出しにくい。こんだけしか掴むところがない。取り出せないっていう時にはですね、後ろのここです。ね。ここのところにですね、ポチッとボタンみたいになってますんで、ここのところをね、なんか他のもの、ペンとかでも何でもいいんですけど、こういうのでですね、押さえてですね、で、ギュッと押してあげるとですね、これで抜けるようになってるので、簡単に、はい。ここをグッと押してあげるとですね、解除されるようになってますという風になってます。なんで外せますよと。なので、まあ、こっち側のね、
元のパーツに戻して使うことももちろんできますし、で、インクを交換して、また元に戻すときには、さっきと同じですね、ここのクリップのところを上にしてですね、上を向けて、これをカチッとセットします。よいしょ。はい、カチッね。で、このね、蓋の部分もですね、ここの出っ張りをですね、シャチハタのロゴに合わせてカチッと入れると、はい、カチッとできましたよということで、簡単に装着ができましたということでですね、こうやってロックしておけば机の上に転がしといても大丈夫っていうことでですね、これはね、本当に、普段使うね、よく使う人ほどですね、これでこう、ドンって押すだけで使えてですね、何もしなくて転がしておけるっていうのは、なかなか便利だと思いますので、普段、ね、ハンコよく使う人はですね、こういうアップグレードパーツがあるのを使ってもらえるとですね、なかなか便利かなと思います。一応ね、ストラップ穴もついているので、ここに紐つけておけばですね、なくならないように、どっかにね、くくりつけておくこともできます。ということで、外で使うときなんかはここから紐つけてですね、何かね、カラビナみたいなやつに引っ掛けておくとかいうこともできますし、ね、いわゆる仕事で使うものとかだったら仕事で使う用のセットのね、ポーチなんかに紐でつけておくみたいなことも全然できますという感じなので、便利なので、私はですね、使うやつ、いつも使っている自分の認め用のハンコにはですね、このケースをつけて使っておりますということなので、新入社員の方、ね、そうじゃない方も含めてですけれども、会社からもらったネームナインを便利にして、ね、自分だけアップグレードするための、枠っていうのがありますんで、ここら辺見てください。もしね、そんなのはどうでもいい、可愛くしたいっていう人はですね、着せ替えパーツにはですね、こういうね、猫みたいなのはね、おめかしっぽっていう名前ですけれども、こういうね、ケースもあったりしてですね、こっちはこっちでですね、可愛いので、こういうのもありますけれども、便利でいくんだったら今回のですね、キャップレスホルダー便利だと思いますので一回使ってみてください。ということでね、こんな話もどんどん出していきますのでよかったらチャンネル登録等よろしくお願いします。ということで今日のお話は以上です。